ボンジュール、ジマペルユキ、皆さんこんにちは、浅井ゆきです。さあ、今回はですね、久しぶりに、カメラを目の前にして動画を回しておりますが、今回からですね、今やってる、中心にやってるインタビュー系の動画に加えて、もう本当にざっくばらんにフランス生活を語っていくということを、収録していきたいなと思いましたので、これからね、フランスに、留学に来るでしたり、旅行に来られる、方にちょっとでもね、プラスになる、情報をお届けできればと思っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。今回のテーマは、実際フランスに来て想像と、違った点を、少し話していきたいなと思います。カンペもまずカンペなしで、話していくので、ちょっとね、会話が脱線するシーンもあるかと思いますが、お付き合いいただければと思います。で、そうですね、想像と違った部分、よく言われるあそこですね。まず英語という部分ですね。フランス人は英語を喋らない、フランス語ばっか喋って英語を喋らないというような、よく話を来る前に聞いてたんですけど、それは、どっちかといったら、違ったのかなというような印象を受けました。やはりフランス人は、フランス語を喋るんですけど、やはりこうアルファベットを使う文化もありますし、フランス語と英語って意外と単語が似てたりするので、しっかりこう勉強されている方というのは普通にやっぱり流暢に英語を喋られます。ですので、お店に行ったりでしたり、そういった時に英語を全然こうアジア人っていう風に気づいて英語を喋ってくる、サービスの方でしたり店員さんも、全然いますので、日本よりこう英語を喋る文化があるんじゃないかなというような、ことを感じております。なので、もしねこれから、旅行に来られるでしたり、旅行に来られてパリに旅行に行くでしたり、そういったことを考えている方は、英語は全然通じるというところで安心していただければと思います。で、2つ目はそうですね、物価ですかね。思ってた以上に、高いなというような印象があります。もちろんね、ヨーロッパの中では別に一番高いわけではなく、イギリスでしたり、他のスイスでしたり、そういったね国と比べるともちろん安いんですが、日本と比べると少し割高かなというような印象があります。スーパーに行ったり、あとはもちろんね外食、特に外食ですかね。外食をすると日本よりもやはりこう、日本っていっぱい安いね、リーズナブルなお店がたくさんあると思うんですけど、フランスは、そういったねお店が少なく、どっちかというとやはりこう1回の食事で、優に、1000円を超えて普通に2000円だったり、そういった風に、値段がね、かかってしまうという点で、外食も高いですし、もちろんあとはスーパーとかもですね、ちょっとしたお弁当を買うのもやはり日本より、肌感としてはちょっと高いんじゃないかなと思う印象があります。そこが、想像してたよりも高く、あと今さらにですね、円安の影響をもろに、受けておりますので、結構厳しい。僕もかなりこうカツカツで、毎日値段を気にしながら、買い物を、しているような、状態です。ですので、もしねこれから、フランスに留学を考えているという方はですね、気持ち余裕を持って、準備されるといいかなと思います。3つ目としてはあれですかね、フランス人の方の、親切さですね。どうしてもこうヨーロッパの方からするとアジア人でしたり、そういった方々に冷たいんじゃないかなっていうような印象があったんですけど、実際来てみたらもうその逆ですよね。僕がね今、学校に通ってるんですけど、もうフランス人しかいない、学校に通ってまして、そこに僕日本人一人だけ行ったんですけど、みんなこう日本人だというねウェルカム体制で、僕がねフランス語で分かんない部分もいろいろこう教えてくださったりとか、そういう仲間もたくさん、できましたし、あとはこうね普段街中で生活する中でも、やっぱりこうアジア人だから距離を置くというよりは全然ね普通にそういう、国
そういった国籍を気にせずにこう、フランクに話すことができる、人々が多いなというような印象です。日本とね比べるとね、どっちかというと日本ってやはりこう、一旦こう距離を置くじゃないですけど、初めての方ってどうしてもね、いきなりガツガツいくような文化ではないのかなと思いますが、フランスはどっちかというともう、フランクに話しかけてくるような、人々が多いなというような印象でした。そこがやっぱりイメージと違った部分かなと思っております。はい、ということで、ごめんなさい、まとまってない話で申し訳ないんですけど、フランスでの体験談を、ざっくばらんに、コンスタントに短いスパンで、動画配信をしていきたいなと思っておりますので、もしね、いいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。